私たちの宇宙には不思議な速さの限界があることをご存知でしょうか？それは光速と呼ばれる速度で、私たちが知る限り、宇宙で最も速い現象です。この動画では、光の速さの謎に迫ります。なぜ光速を超えることができないのか？そして、なぜ光速を正確に測定することができないのか？さらに、もし光速に近い速さで宇宙を旅することができたら、私たちは何を見ることができるのでしょうか？私たちは今、驚くべき速さで宇宙空間を移動しています。地球の自転による速度は時速 1674km。これは旅客機の巡航速度の約2倍です。さらに地球は太陽の周りを秒速 30km で公転しています。太陽系全体は、天の川銀河の中心の周りを秒速 230km で回転しています。そして天の川銀河自体も、グレートアトラクターと呼ばれる謎の領域に向かって秒速 550km で移動しているのです。グレートアトラクターは、何百万もの星々を引き寄せている不思議な領域です。このグレートアトラクターについて、もう少し詳しく説明してみましょう。私たちの住む天の川銀河を含む多くの銀河が、まるで巨大な磁石に引き寄せられるように、この方向に向かって移動しています。想像してみてください。プールの中に大きな渦ができると、周りの水がその渦に吸い込まれていきますよね。グレートアトラクターも、宇宙空間にできた巨大な渦のようなものなのです。科学者たちの研究によると、グレートアトラクターは地球から約1億5000万光年離れた場所にあると考えられています。そこには、数千もの銀河が集まった巨大な銀河団があるようです。面白いことに、このグレートアトラクターは、天の川銀河からは銀河の中心部に隠れていて、直接観測することが難しい場所にあります。これは、まるで曇り空の向こうにある太陽のように、直接見ることはできないけれど、その存在を確かに感じることができるのです。このような巨大な構造が宇宙に存在することは、宇宙の成り立ちを考える上で重要なヒントとなっています。宇宙の大規模構造は、まるで巨大な蜘蛛の巣のように、銀河や銀河団が糸のようにつながって形成されているのです。例えば、私たちの住む天の川銀河は、アンドロメダ銀河や他の小さな銀河と共に、ローカルグループという銀河群を形成しています。このローカルグループは、さらに大きな乙女座超銀河団の一部となっています。そして、この乙女座超銀河団も、グレートアトラクターに向かって移動しているのです。このような宇宙の大規模構造は、ビッグバン直後の小さな密度の揺らぎから始まったと考えられています。それが重力によって次第に大きくなり、現在のような構造になったと考えられているのです。これは、雪が降り積もって次第に大きな雪だるまになっていくように、小さな違いが重力によって増幅され、巨大な構造を作り出したのです。しかし、これらの速度をすべて合わせても、光の速さには遠く及びません。光は真空中を秒速約30万 km で進みます。太陽の表面から地球まで、光は約8分17秒で到達します。この速さがどれほど速いのか、身近な例で考えてみましょう。光は1秒間で地球を7周半も回ることができます。東京からニューヨークまでの距離は約 1800km ですが、光ならわずか 0.036 秒で到達できます。しかし、宇宙の規模から見ると、光の速さでさえも遅いと言えます。例えば、アンドロメダ銀河までは約250万光年もの距離があります。つまり、今私たちが見ているアンドロメダ銀河の姿は、250万年前の光が今やっと地球に届いた姿なのです。これは歴史の観点から見ると、人類の祖先がまだアフリカで進化していた時代の光ということになります。宇宙の距離があまりにも途方もなく大きいため、私たちは常に過去の宇宙を観測していることになるのです。実は、宇宙望遠鏡で観測できる最も遠い天体からの光は、約130億年前に放射されたものです。これは、宇宙が誕生してからわずか数億年後の光です。つまり、私たちは光を通じて、宇宙の歴史を直接観察することができるのです。最新の観測技術の発展により、さらに遠くの銀河や、より古い時代の宇宙の姿を捉えることができるようになっています。2021年に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、これまで見ることのできなかった初期宇宙の姿を明らかにしつつあります。光の速さは、私たちの技術の限界も決定づけています。例えば、火星に探査機を送って遠隔操作する場合、光の速さの制限により、信号が地球から火星まで届くのに3から22分かかります。この時間差は、
火星探査の大きな課題となっています。また、将来の宇宙探査において、高速の制限は大きな壁となります。例えば、最も近い恒星系であるアルファケンタウリまでの距離は約 4.3 光年です。現在の技術で到達可能な最高速度でも、この距離を移動するには数万年以上かかってしまいます。ただし、太陽の中心で生まれた光が表面に到達するまでには、なんと20万年もかかるのです。これはなぜでしょうか？これは、太陽の内部構造と密接に関係しています。太陽の中心部は、まるで巨大なパチンコ玉の詰まった箱のように、原子核が密集している状態です。温度は約1500万度にも達し、核融合反応が絶えず起こっています。この核融合反応で生まれた光、光子は外に向かって進もうとしますが、途中で数えきれないほどの原子核にぶつかり、その度に方向を変えていきます。まるで人でいっぱいの混雑した駅で出口に向かおうとしているようなものです。一歩進んでは横にずれ、また進んでは後ろに押し戻される、このようなジグザグの動きを繰り返しながら、やっと太陽の表面にたどり着くのです。具体的な数字で見てみましょう。光子は1秒間に約10億回も他の粒子と衝突します。その度に進む方向が変わるため、実際に進む距離はとても短くなります。これをランダムウォークと呼びます。例えば、酔っ払いがまっすぐ歩けずにふらふらと歩くような動きを想像してください。前に3歩進んでも、横に2歩、後ろに1歩というように、実際の移動距離はとても小さくなってしまいます。光子も同じように、理論上は高速で進めるはずなのに、実際の移動速度は年間わずか数キロメートルになってしまうのです。これが、たった70万キロメートルの距離を進むのに、なんと20万年もかかる理由です。さらに興味深いことに、この長い旅の間、光子はエネルギーを失っていきます。中心部で生まれた高エネルギーのガンマ線は、表面に到達する頃には可視光線になっているのです。これは、まるでピンボール台の中のボールのように、衝突を繰り返すたびにエネルギーを失っていくのです。そして最終的に、私たちの目に見える黄色い太陽の光として放出されるのです。このように、太陽の中心で生まれた光は、途方もない時間をかけて表面にたどり着きます。そして、そこからわずか8分17秒で地球に到達するのです。これは、まるで長い列に並んでやっとレストランに入れたと思ったら、料理はすぐに出てくるようなものです。光の正体は電磁波であり、同時に質量のない粒子フォトンでもあります。これは少し難しい概念かもしれません。身近な例で説明してみましょう。水面に石を投げ入れると波紋が広がりますよ。この波紋は波として水面を伝わっていきます。一方で、野球のボールを投げると、これは粒子として飛んでいきます。光はなんと、この波と粒子の両方の性質を持っているのです。例えば、虹を見たことがありますか？虹は光が水滴で屈折、反射する時の波としての性質によって作られます。一方で、デジタルカメラのセンサーに当たる光は粒子として働き、一つ一つの光の粒子、フォトンが画像を作り出すのです。これは、まるでマジシャンが一人二役をしているようなものです。必要に応じて波になったり粒子になったりする、とても不思議な存在なのです。電磁波には、私たちの目に見える可視光線だけでなく、紫外線や X 線、ガンマ線、赤外線、電波なども含まれます。不思議なことに、電波と光は本質的に同じものなのです。違いは波長だけです。私たちの目は、この広大な電磁波のスペクトルのごく一部しか見ることができません。光の速さを測定することは、人類の長年の課題でした。17世紀、ガリレオ・ガリレイは2つの丘の上でランタンを使って光の速さを測ろうとしましたが、人間の反応速度の限界により失敗しました。1676年、デンマークの天文学者オーレ・レーマーは木星の衛星イオの色を観測することで光の速さには限界があることを証明しました。レーマーの実験は当時としては画期的なものでした。彼はなぜ木星の衛星イオを観察することにしたのでしょうか。その理由はイオが非常に規則正しい周期で木星の周りを回っているからです。イオは42時間ごとに木星の周りを一周します。この周期はまるで正確な時計のように一定です。しかし、レーマーは奇妙な現象に気づきました。地球が木星から最も遠ざかる位置にいるとき、イオの色が予測より22分も遅れて観測されたのです。これを理解するために、電車の通過を待っているシチュエーションを想像してみましょう。遠くにいる人と近くにいる人では、同じ電車でも通過する時刻が異なって見えますよね。レーマーは、
イオの食でも同じようなことが起きていると考えたのです。地球が木星に最も近い位置にいる時と最も遠い位置にいる時では、光が届くまでの距離が違います。その差は地球の軌道の直径、つまり約3億 km にもなります。この距離の違いによって22分の時間差が生じたのです。レーマーの観測から計算された光の速さは、現代の値と比べると約 25% ほど小さい値でした。これは当時の観測機器の精度を考えると、驚くべき正確さです。ちなみに、イオは木星の4つのガリレオ衛星の一つです。ガリレオ衛星は、ガリレオ・ガリレイが1610年に初めて望遠鏡で観察した木星の衛星です。イオは火山活動が活発で、現在も噴火を続けている太陽系でも得意な天体として知られています。レーマーの発見は、その後の科学の発展に大きな影響を与えました。光の速さが有限であることが分かったことで、宇宙の広大さを理解する手がかりが得られたのです。例えば、最も近い恒星からの光でさ地球に届くまでに4年以上かかることが分かりました。また、この発見は後のアインシュタインの相対性理論にもつながっています。高速が一定であることは、相対性理論の重要な前提となっているのです。現代の科学技術は、この高速の性質を様々な形で利用しています。例えば、GPS システムは高速と相対性理論の効果を考慮に入れなければ、正確な位置を特定できません。GPS の衛星は地球の周りを秒速約 4km で周回しています。この速度では、相対性理論による時間の遅れが発生します。また、地球の重力による時間の歪みも考慮する必要があります。これらの効果を無視すると、1日あたり約 10km もの誤差が生じてしまうのです。光ファイバー通信も、光の性質を利用した技術です。光ファイバーの中を進む光は、全反射という現象によって、まるで水路の中を流れる水のように、ケーブルに沿って進んでいきます。この技術のおかげで、私たちは世界中の人々と瞬時にコミュニケーションを取ることができます。量子暗号通信も、光の量子的な性質を利用しています。量子もつれ状態にある光子のペアを使うことで、理論上は絶対に解読できない暗号通信が可能になります。この技術は、すでに一部で実用化が始まっています。医療の分野でも、光の性質は重要な役割を果たしています。例えば、レーザー手術は、高度に制御された光のビームを使って、精密な手術を可能にします。また、光を使った新しいイメージング技術も次々と開発されています。宇宙観測でも、光は重要な情報源です。望遠鏡で観測される光には、天体の様々な情報が含まれています。例えば、光のスペクトル、波長の分布を分析することで、遠い星の温度や組成を知ることができます。最近では、重力レンズ効果という現象も注目を集めています。これは、非常に大きな質量を持つ天体の重力によって光が曲げられる現象です。この効果を利用することで、直接見ることのできない暗い天体や、非常に遠い銀河を観測することができます。2019年には、ブラックホールの撮影にも成功しました。これは、光が重力によって曲げられる様子を直接観測した歴史的な成果です。この観測には、地球上の複数の電波望遠鏡を組み合わせた、イベントホライズンテレスコープという観測網が使用されました。このように、光の性質の理解は、現代の科学技術の発展に大きく貢献しています。そして、まだ解明されていない光の謎を解き明かすことで、さらなる技術革新が期待されているのです。現代では、レーザーなどの最新技術を使って、光の速さは秒速2億9979万2458メートルと定められています。しかし、驚くべきことに、私たちは光の一方向の速さを正確に測定することができないのです。これは単なる技術的な限界ではなく、物理学的な本質的な問題なのです。アインシュタインの特殊相対性理論によると、光の速さは絶対的な定数であり、観測者の運動状態に関係なく一定です。これは私たちの直感に反する不思議な性質です。例えば、高速に近い速さで飛ぶ宇宙船から懐中電灯で光を前方に向けて照らしても、その光の速さは変わりません。これは、車の中からボールを投げる時の速度が車の速度に加算される日常的な経験とは全く異なります。さらにわかりやすい例を挙げてみましょう。雨の中を歩いている時、真上から降ってくる雨粒はまっすぐ降ってきますよね。でも走り出すと、
雨粒が斜めから降ってくるように見えます。これは私たちの動きと雨粒の落下速度が組み合わさって起こる現象です。しかし、光の場合はこれとは全く違います。光は常に一定の速さで進みます。まるでどんなに速い列車の中から光を放っても、その光は列車の速度に関係なく、常に秒速30万 km で進むのです。これは私たちの日常的な感覚では理解が難しい現象です。例えば、時速 100km で走る車の中から、時速 50km でボールを前に投げると、地上から見たボールの速度は時速 150km になります。でも、その車の中から光を前に向かって放った場合、光の速さは変わりません。車の速度が時速 100km でも 1000km でも、光の速さは常に秒速30万 km なのです。これを理解するために、別の視点から考えてみましょう。海で泳いでいるとき、波に向かって泳ぐのは大変ですよね。波の速さと私たちの泳ぐ速さが関係してきます。でも光の場合、どんなに速く動いても、光の速さは変わらないのです。これは、私たちの宇宙の最も基本的な法則の一つなのです。さらに興味深いことに、光の速さに近づけば近づくほど、不思議な現象が起こります。例えば、時間の進み方が遅くなったり、物体の長さが縮んだりするのです。これは、高校の数学の授業で習うピタゴラスの定理のような宇宙の基本的な法則なのです。また、高速に近づくにつれて、物体の質量は無限大に近づきます。そのため、高速に達するために必要なエネルギーも無限大となり、宇宙のすべての星のエネルギーを使っても高速には到達できないのです。時間と空間は密接に結びついており、これを時空と呼びます。これを理解するために、こんな想像をしてみましょう。大きなトランポリンの上にボーリングの球を置くと、その重さで布がへこみますよね。これが空間の歪みです。この状態で小さなビー玉を転がすと、大きな玉の周りを回るような軌道を描きます。実は、太陽と地球の関係もこれとよく似ています。太陽の大きな質量が空間を歪め、その歪んだ空間に沿って地球が公転しているのです。これが、アインシュタインが教えてくれた時空の考え方です。私たちの感覚では、時間と空間は別々のものに見えます。でも、宇宙では時間と空間は切り離せないペアなのです。それはちょうど、カレーライスのカレーとライスのような関係です。別々に存在することはできても、一緒になって初めて本来の姿になるのです。興味深いことに、静止している物体でさえ、地空の中では高速で動いているのです。これは一見すると奇妙に聞こえますが、物体は時間の中を高速で進んでいるのです。近年の理論物理学では、高速の制限を回避する可能性のある方法が2つ提案されています。一つはワームホールと呼ばれる空間のショートカットです。ワームホールは、遠く離れた2つの場所を直接つなぐトンネルのようなものです。これは、紙を折って離れた2点を近づけ、穴を開けるようなイメージです。もう一つはワープドライブと呼ばれる理論です。1994年、物理学者ミゲル・アルクビエレは、アインシュタインの一般相対性理論の方程式から、空間を歪めることで、高速の制限を破らずに超高速移動が可能であることを示しました。このアルクビエレの理論は、SF 作品スタートレックに登場するワープ工法にとても似ています。実は、NASA もこの理論に興味を持ち、実現可能性の研究を行っているのです。アルクビエレのワープ理論を、もう少し詳しく説明してみましょう。想像してください。あなたが大きなシーツの上にビー玉を置いています。このシーツが宇宙空間、ビー玉が宇宙船だとします。通常の移動方法では、ビー玉をシーツの上で転がすことになります。これが従来の宇宙旅行です。しかし、アルクビエレの方法では、シーツ自体を操作します。シーツを宇宙船の前方で引っ張り、膨張させ、後方で押し縮める、収縮させるのです。これは、サーフィンの波に乗るようなものです。サーファーは自分で泳いで前に進むのではなく、波の力を利用して移動します。波自体が運んでくれるのです。さらに興味深いことに、2021年には、このワープ理論をより現実的なものにする新しい研究成果が発表されました。エネルギー要件を大幅に下げることができる可能性が示されたのです。従来の計算では、ワープドライブの実現には、宇宙に存在する全物質のマイナスの質量に相当するエネルギーが必要でした。しかし、新しい研究では、必要なエネルギー量を地球の質量程度まで下げられる可能性が示されました。もちろん、こ
これでもまだ途方もない量のエネルギーですが、少なくとも不可能から極めて困難だが理論的には可能な領域に入ってきたと言えるでしょう。このワープ理論の研究は、宇宙物理学の分野に大きな影響を与えています。例えば、宇宙の初期に起こったとされるインフレーションという急激な膨張を理解する手がかりにもなっているのです。また、この研究は量子力学の分野にも影響を与えています。量子レベルでの空間の性質を理解することで、新しい技術への道が開ける可能性があるのです。最近では、極めて小さなスケールでの量子ワープの可能性も研究されています。宇宙船自体は静止したままで、空間の歪みの泡が移動するため、相対性理論の法則に違反しません。これを理解するために、こんな例を考えてみましょう。あなたが長い廊下の端にいて、反対側まで行きたいとします。普通なら歩いて行きますよね。これが通常の移動方法です。でも、もし魔法の絨毯があって、それに乗ると絨毯ごと一緒に滑るように移動できたとしたらどうでしょう。ワープドライブは、この絨毯のような仕組みなのです。宇宙船の周りの空間自体を動かすことで、実際には高速を超えることなく、遠い場所に到達することができるのです。これは、エスカレーターに乗っているようなものとも言えます。エスカレーターに乗っていると、自分で歩かなくても移動できますよね。それは、エスカレーター自体が動いているからです。ワープドライブも同じように、空間自体を動かすことで移動を可能にするのです。ただし、これを実現するためには、負の質量という特殊な物質が必要です。負の質量とは、重力ではなく反重力を持つ物質のことです。残念ながら、現在の技術ではこのような物質を作り出すことはできません。でも、科学の歴史を振り返ると、かつては不可能だと思われていたことが、新しい発見によって可能になってきた例がたくさんあります。しかし、これらの方法には重大な問題があります。それは因果率の破壊です。例えば、4.2 光年離れたプロキシマケンタウリの現在の姿を知ることは、光が地球に届くまでの 4.2 年間は不可能なはずです。ところが、ワームホールを使えば、瞬時にプロキシマケンタウリに到達して写真を撮り、その情報を地球に持ち帰ることができてしまいます。これは、光が地球に届く前に情報を得ることになり、因果率に反する深刻なパラドックスを引き起こします。このパラドックスをよりわかりやすく説明するために、タイムトラベルの例を考えてみましょう。映画バックトゥザフューチャーを見たことがある人も多いのではないでしょうか。主人公が過去に行って、自分の両親が出会う前の時代に行ってしまい、両親の出会いを妨げてしまいそうになる場面があります。もし両親が出会わなければ、主人公は生まれないはずです。でも、主人公が生まれていなければ、過去に行って両親の出会いを妨げることもできないはずです。このような論理的な矛盾をパラドックスと呼びます。高速を超えて情報を伝達することができると、同じような問題が起こります。例えば、地球から10光年離れた惑星があるとします。その惑星で今起きていることを知るには、光が地球に届くまでの10年間待たなければなりません。しかし、ワームホールを使えば、瞬時にその惑星に行って、今起きていることを見ることができます。つまり、光が地球に届く前に情報を得ることができてしまうのです。これは宇宙の基本的な法則に反することになります。現代の物理学では、このような問題をどのように解決すべきか、まだ明確な答えが出ていません。これは、量子力学と相対性理論という2つの基本的な理論の間にある矛盾とも関係している可能性があります。さらに興味深いことに、最近の研究では、量子もつれという現象を使って、高速を超えて情報を伝達できる可能性が議論されています。量子もつれとは、2つの粒子が離れていても瞬時に影響し合う不思議な現象です。ただし、これを使って実際に情報を伝達することはできないと考えられています。なぜなら、量子もつれを使って伝達できる情報は、完全にランダムなものだからです。これは、暗号通信には使えますが、意味のある情報を高速より早く伝えることはできないのです。このように、高速の制限を超えることには、様々な物理学的な制約があります。でも、これらの制約は、私たちの宇宙をより深く理解するためのヒントにもなっているのです。科学者たちは、これらの謎を解き明かすために、日々研究を続けています。例えば、ブラックホールの研究では、時間と空間の性質について新しい発見が続いています。2015年には重力波が初めて直接観測され、
アインシュタインの予言が正しかったことが証明されました。このような発見は、私たちの宇宙についての理解をさらに深めてくれます。光は私たちの宇宙を理解する上で重要な役割を果たしています。光の性質を研究することで、時間と空間の本質、そして宇宙の根本的な法則について多くのことを学ぶことができます。私たちはまだ、光の謎の全てを解き明かしてはいません。特に、光の一方向の速さを測定できないという問題は、物理学の大きな課題として残されています。新しい技術や理論の発展により、これらの謎が解明される日が来るかもしれません。しかし、それまでの間も、光は私たちに宇宙の不思議さと美しさを見せ続けてくれることでしょう。私たちの身の回りには、光に関する不思議な現象がたくさんあります。例えば、夕日が赤く見えるのは、大気中の散乱によって青い光が散らばり、赤い光だけが直進してくるからです。オーロラは、太陽から飛んでくる粒子が地球の磁場と相互作用して、大気中の分子を光らせる現象です。これも光の不思議な性質によって引き起こされています。このように、光は私たちの日常生活に彩りを与えてくれるだけでなく、宇宙の深遠な謎を解き明かすための鍵でもあるのです。実は、私たちの目が見ている色も、光の波長の違いによって生まれています。虹の7色は、それぞれ異なる波長の光が作り出す色なのです。例えば、赤い光の波長は約700ナノメートル、青い光は約450ナノメートルです。私たちの目の中には、これらの波長の違いを感じ取る特殊な細胞があり、それによって色を認識しているのです。蝶や鳥は、人間には見えない紫外線も見ることができます。彼らの目には、花びらに描かれた紫外線の模様が見えているのです。これは、植物が昆虫を誘引するために進化させた仕組みです。また、光の性質は芸術の世界でも重要な役割を果たしています。印象派の画家たちは、光と色の関係について深い理解を持っていました。マネの睡蓮シリーズは、異なる時間帯の光の変化を見事に捉えています。デジタルカメラやスマートフォンのカメラも、光の性質を利用しています。センサーに当たった光は電気信号に変換され、それがデジタルデータとして保存されます。これは、私たちの目の仕組みと似ています。最新の研究では、光を使った量子コンピュータの開発も進められています。光の量子的な性質を利用することで、現在のコンピュータでは解くことのできない複雑な問題を解決できる可能性があるのです。このように、光は科学技術から芸術まで、私たちの生活のあらゆる場面で重要な役割を果たしています。そして、まだ解明されていない光の謎を解き明かすことで、新しい発見や技術革新が生まれる可能性を秘めているのです。私たちは、光の謎を解き明かすことで、宇宙の本質をより深く理解できるかもしれません。そして、その理解は、私たちの生活をより豊かにする新しい技術を生み出すことにもつながっていくでしょう。今後も科学者たちは、光の研究を通じて宇宙の謎に挑戦し続けます。私たちの宇宙に対する理解は、まだ始まったばかりなのかもしれません。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。